ピンポーン。はい、今日もようこそ秘密基地にいらっしゃいました。まずはじめにですね、チャンネル登録とグッドボタン、今日もしてってねーということで、始まりました。今日はもう一応ね、朝方に上がってると思うんですが、7月5日の金曜日の、ブーブーラジオという、感じで始めさせていただいておりますので、どうぞよろしくお願いします。毎週金曜日はね、皆さんに寄せられたいろんなエピソードを紹介して、こうラジオを展開している、ラジオ風化を展開しているんですけど、今日のテーマはですね、先に紹介しておくと、記念日系エピソードということで、7月はですね、ゆうちゃおとブー太郎にとってスペシャルな月でして、っていうのも、まず7月16日がゆうちゃろうの誕生日兼、フォトウェディングでね、いろいろ式を挙げた日でもある特別なスペシャル記念日でございます。まあ、そのね、第1週目ということなので、皆さんのね、記念日の、エピソードとかもちょっと聞いてみたいなということで、今日は、そういう記念日スペシャルで、この番組ってなんやねんって感じですよね、いつもね。番組でもなんもない。まあでも番組っていう体でやってるんで、皆さん、今日はよろしくお願いします。で、ちょっと昨日のね、動画で、私、足の捻挫をご報告させていただいたんですけど、画面上で伝わるかはちょっとどうだろうと思ってたんですけど、皆さんにかなり驚かれて、もうすごい晴れですね、ということで、もう心配の声、もう大多数いただいちゃいましてね。肛門しかり、梅の花しかり、間違えた、肛門じゃない。間違っちゃった。梅の花しかり、もう本当にね、このブータの秘密基地は、基本ですね。基本は、ちょっとブログ的なのを、コンセプトにやってますので、もうなんかちょっと心配かけるようなことも、ついつい報告してしまうことも、これからも多々あると思うんですが、皆さん、いろんなブー太郎の日々を、これからもね、秘密基地を通して、お話ししていくので、嫌いになったりね、飽きるまではお付き合いいただけたらと思います。はい、ということで、足どうなのっていう声がたくさん聞こえてくるんですけど、今日もね、実質もう土曜日なんですよ。今日朝撮ってるんで、これ。全然、ちょっと今湿布貼ってるんで、お見せちょっとできないんですけど、全然痛みは和らいできました。歩き方も、まだちょっとおかしいけど、歩きやすくなってきてる感じ。完全にちゃんとは歩けないですけど。そうなので、全然、回復には向かってるはずなので、病院はちょっと行ってないのでね、怒られそうですけど。なんか自分の感覚であるじゃないですか。もうこれはちょっと病院行かないといけないな、みたいな。なんか大丈夫だなっていう、勝手な、本当に、なんていうのね、もう医者でも何でもないから自己判断は良くないよって言われそうなんですけど、ちょっとね、頑固で申し訳ないんですが、ちょっとこのまま、ひとまずは様子見たいと思います。ちょっとこれ以上なんかおかしかったり違和感を感じたらすぐ病院行くんでね。また逐一報告できたらと思いますので、ほんとたくさんの心配ありがとうございました。どうしたなんでさ、ラジオが始まるとあんた吠えるの？今日ね、そう、本当だったらゴルフだったんですよ、実は。そう、ゴルフの日で、だけどもう断りました。さすがにちょっとこれは、プレイはもちろんできないし、もし行ったとしても、歩くのでさえもね、ちょっと時間かかっちゃったりしたら迷惑かかるんで、もう、キャンセル料はね、もちろんかかっちゃいますけど、そんなことも言ってらんないんで、ゆうちゃろうは朝から今日出発してて、今目の前にね、姫ちゃんとブーちゃんがいるんですけど、もう先からラジオ始めようと思うと姫がね、怒ってくるんですよ。うるさいみたいな。もう寝ようとしてるね。寝ときよ。なあ、ブーちゃんはなあんたいい子に寝てるけどな。そう、姫ちゃんがね、さっきからワンって、だからたまにちょっとワンって聞こえてきたら、姫が怒ってるんやと思っといてください。あと、ちなみに姫も体調ね、熱中症から、無事、もう元気もりもりなんで、ほら、聞こえる？なんなの？ねえ、なんで邪魔するの？嫌なの？喋ってんのが。相手してもらえないから。じゃあ、ちょっと抱っこしてあげようか。みんなに元気っていうの報告する？おいで、姫。来た。何よ？嫌なの？抱っこは。何あんた？なあ、もうこれ完全に怒ってるわ。だいたい吠えるときって、なんかおもちゃ広いとかが多いんですよ。なんか犬に使われてんのどうなんて感じですけど、飼い主的に。いやもうほんとダメ腐っててさ、ブー太郎とユーチャロのこと。ほんとこき使ってくるんですけど、でも今日もおもちゃも絶対拾ったし、もう完全に多分ね、マイクとかあるともう配信してんの分かってるんよ、ほんと賢いから。で、今読んだら、
まあ呼んでくれたらねっていう感じで、多分許してくれたわ。今おもちゃに集中しようとしてるから、もう多分ラジオやっていいよっていうことなんで、ちょっと冒頭長すぎなんですけど、やっていきましょうか。で、まずはですね、今日のお供をちょっと紹介していこうと思うんですけど、そう、今日ゴルフ行きたかったな。まあでも仕方ないですよね。行けないのは。だから今ゆうちゃろ頑張ってると思います。まあマミーもいるしね。そう。でさ、昨日ね、TikTok とかにもあげたし、昨日の動画の最後にもあげたけど、ポップコーン映画館から出てきてさ、なんかブータラが、みんなも真似してねって言ってる動画見てくれました？あれをさ、マミーに、アバズレちゃんに送ってんのよ、知らんとこで勝手に。もうやめてと思ってさ、みんなも真似してねってなんかおかしいやん、しかもそんなこと言ってんの。なんかいろんな意味でちょっと怖いわと思って。まあだけど、なんかすごい笑ってくれてたみたい。で、なんか、まあ自分のとこには電話来なかったけど、なんかゆうちゃろうの方に電話かかってきて、なんか大丈夫だよみたいな。しかもなんかあんたなんかしたんみたいな。なんかそっちの心配。なんかあんたがなんかしてひねったんちゃうみたいな。なんか疑われてたらしくって。そう。優しいなと思って、マミーもね。そう、ありがとうございます。もう皆さんに本当に心配かけてますけど、元気なんで安心してくださいね。で、まあ今日のお供なんですけど、もういつも最近ね、紹介しまくりのこの、紅茶ですね。これ、ルピシアで合ってるんですかね、読み方。いつも、まだちゃんと知らないんですけど、こちらの、ジングルベルでしたっけ？あ、違うな。ジングルベルですね。合ってますね。そう、これ、ブドウの風味が生きたフルーティーなスパークリングワインが香る紅茶。聖なる夜を華やかに彩りますっていうね。もうこれ可愛いでしょ？相変わらず。で、これを今日は入れてます。ひとまずね。で、もう匂いが、ほんとワインなんですよ。めちゃくちゃワイン。で、うちさ、ディフューザー、家にあるディフューザーがあるんですけど、モダンノーツやったかなモダンノーツっていうやつの、それこそワイン香る匂いなんです。それにそっくり。そう、なんかうちのディフューザーの匂いがします。で、この間も、IKEA 行ってきて、で、東京インテリアも目の前にあるんですけど、そこ寄ってきて、で、モダンノーツをね、モダンノーツ、そう、あってでっかいやつを、そう、それをね、ゲット、してきました。本当に。もう、でもなんかね、自分は結構反対派だったんですよ。なんていうかもううちの家本当に臭いんですよ。皆さんのとこまで匂いがいってないのが、良かったと思うんですけど、犬臭もすごいし、なんか部屋臭もすごいし、まあ、ブー太郎臭もするし、みたいな感じで、そう、だからなんかディフューザー置いても、正直匂わないんですよ。まあ、ブー太郎の鼻はね、でもゆうちゃろうは、なんか、これを買ってか、なんか大容量のやつを買ってるから、なんかすごい匂ってるらしいので、まあ、ゆうちゃろうが匂ってるなら、もういいかと思って。まあ、ブー太郎は全然わかんない。結局。そう、だからディフューザーも結構するじゃん、値段ね。そう、だからさ、いつも、ってなんねんけど。まあ、今回はね、そう。まあ、そんな話もありつつ。でですね、美味しい。味の感想言うの忘れてた。本当に。ワイン香る。どうした姫？ね、怒らないで、姫ちゃん。美味しい。めっちゃ、なんか一番好きかも。これが。ワイン香るこの紅茶。なんか自分が、なんか3つの中では、どれも美味しかったけど、一番好きです。でね、まだちょっともう一個、紹介していいですか？こちら。ついにね、ゴンチャからこういうね、ペットボトルが出たんですよ。今まで一回もなくって、お味がこっちが黒糖ウーロンミルクティーっていうのと、で、このオレンジ、なんかオレンジっていうか、こっちの明るい方の色が、アリサンウーロンピーチティーエードっていうやつで、これまあ、ゴンチャでよく売ってる有名なやつなんですけど、ついに出たんですよ。でも、セブンイレブン限定っぽくて、ね、買いに行ったコンビニは入荷したばっかでちょっとまだ冷えてないんですけど、大丈夫ですかって聞かれるぐらい、最近入ってきたばっかの新作です。でこれもちょっと飲んでみたくて、ちょっと味の感想をいきたいと思います。これちょっと濃そうなんで、黒糖ミルクティーの方がね、黒糖ウーロンミルクティー。先にこのちょっと爽やか系なアリサンウーロンピーチティーエード。自分これ結構好きなんですよ、アリサン系。なんかスッキリ系が結構好きなんで、絶対好きだと思う。いただきます。もう激うま。ゴンチャのお茶結構好きなんですよね。自分いつもタピオカも入れずに、
お茶だけで買ったりすることが最近多いので、うまい。これ豚の好きです。すっきり飲める。ちゃんとお茶の香りも残ってるし、うまい。で、なんかアロエとかナタデココとかもね、このゴンチャってトッピングできるんで、こういうちょっとスッキリ系の時はタピオカの代わりにそういうの入れたりとかもします。じゃあもう一個、こちら、黒糖ウーロンミルクティーをね飲んできて、これは甘いのかな多分。いただきます。あ、でも本当にゴンチャの味がするわ。これ結構おすすめ。美味しい。美味しい。うまいです。ちょっと甘いけどね。美味しい。これは自分的にはおすすめ。わかんない。みんながどう思うか。でも結構甘めだったりするので、こうちゃんとしたお茶、渋い感じが好きな人は苦手かもしれないけど、ちょっと甘々なお茶が好きな人はぜひ。こっちはすっきりするし、こっちは甘さだし、もう全然両極端。ブー太郎はまたあったら買ってもいいかな。でもコンビニしか売ってないんで高いんですよね。だいたいこれぐらいの大きさってさ、100円ちょっとで買えるけど、結構160、70円ぐらいしたと思うんで、結構値段は張るけど、でもね、お店で買ったらもっとすると思うから、多分、お買い得っちゃお買い得な気もするね。ということで、もう、冒頭のお話と、ね、こう飲み物の紹介でもう11分、これ30分番組ですけど、今日絶対延長しそうな、予感満載で、今からちょっと食べ物も食べたくって、もうお腹、空いてるんですよ。で、昨日ね、イオン行って幸福堂でおはぎを大量に買ってきて、これ見て、バナナ大福っていうのが売ってたんですよ。めっちゃ美味しそうじゃない？で、おはぎ5個買ったら、なんか、108円、1個108円になるみたいな。だいたい140円とか、高いやつで180円ぐらいするんですけど、それを5個買えば1個108円になるっていうことで、5個も買ってきました。これ五穀系のおはぎと、これ普通のね、オーソドックスな定番のおはぎと、あんまりそんな好きじゃないんですけど、ずんだも買ってみました。ずんだ系。ねえ、あ、ごめんなさい。ずっとスターティングタイムでやってた。違う違う。普通の会話の時はこれなんですよ。もう今日もグダグダな予感満載ですね。すいません。のんきな日常に変えさせていただきます。で、もう10分間ぐらいずっとオープニングの歌になってたね。すいません。もう今日グダグダだ。で、一番好きなのがこれきなこ。2個買いました。中にあんこ入ってます。どれから食べる？でも一番好きなおはぎから食べたいとこやけど、それはいいや。とりあえず今日は全部紹介できるかわかんないですが、じゃあまず最初に、この一番気になるバナナ大福っていうのを食べてみましょうかね。美味しそう。すごいでしょ、ほら、なんかこう、皮っぽさをちゃんと茶色でこうね、チョコだと思うんですけど、これチョコで出してる。あ、柔らかい。柔らかい。テンション上がる。テンション上がる。もちもちしてる。急に気持ち悪いテンション。でもちゃんと香りもほのかにバナナの匂いがしますね。いただきます。もちもちでも柔らかい赤ちゃんの肌を食べてるみたい。うまい。ね、でも大福ってこの周りの皮結構大事だと思ってて、ここがさ、張りすぎてると嫌なんですよ。乾燥しすぎてるっていうの。マジで赤ちゃん肌。ほんと赤ちゃんの肌プニーってするじゃん。あれを食べてる感じ。めっちゃ美味しい、これ。バナナの香りもするし、中にあんこ。あんこじゃないね。チョコだね。チョコ、練ったチョコっていうか、なんていうの？赤福っぽい感じの。なんかあんことチョコを混ぜた感じかな。これ美味しいです。最高。ってことで、ちょっとエピソードトークそろそろ行けっていう声が聞こえてきそうなんで、紹介していきますか。で、今日はですね、記念日特集ということなんで、もうね、皆さんのいろんなエピソードをね、もちろん聞け
たんですけど、もうね、嬉しいコメントが来てて、この UV カップルを、こう、記念日って言ってくれてる人がいる。意味わかんないよね。どういう意味かっていうと、じゃあ紹介させていただきます。まず、ゆめさん。お二人の動画に出会えたこと。これは記念日。一生の宝物ですって書いてくれてる人がいたりだとか、あとは、J カックさん。私の記念日。なんと、2022年12月17日のライブ配信。なんとね、そう、生電話で、こう視聴者さんとね、YouTube で、本チャンネルの方で、生電話するっていう回が、2回ぐらい開催されたのかな。そのうちの1回が、この12月17日、2022年にやったんですけど、その時に電話させてもらって、この J カックさんとね。で、この誕生日が確か近かって、で、その時の祝いのメッセージを送らせてもらったりとか、ゆうちゃろうがね、生でこう、キモーって言ってほしいって確か要望があって、言ってあげてたりとかで、もうそれがすごい覚えてくれてて、それが記念日ですって言ってくれてたりとか、あとはね、もうそれを似た感じでセリカさんも、私の大事な記念日。2023年7月16、そう、冒頭でも言ったけど、こう、UV のフォトウェディングに参加できたことです。遠いしね、そう、ほんと遠いんですよ。住んでるとこ。関西、姫路でフォトウェディングさせてもらったんですけど、もうだいぶ遠いとこに住んでらっしゃるので、もう一人で行くなんて絶対無理って最初は諦めてたけど、でもいろいろあって勇気を出して大きな一歩を踏み出し、二人に会いに姫路まで行ったの。遠くて暑くて大変だったけど、すごく幸せな時間、素敵な一日になりました。私の大事な記念日、改めてお世話になった方々に感謝ですっていうことで、もうありがとうでしかないですよ。本当にもうね、まあもうセリカさんもそうだけど、本当来てくれた人で、まあ来れなかったけど、遠くからね、こうその日をすごい応援してくれてた人もたくさんいたの知ってるので、バナナ大福がブー太郎の喋りをすごい邪魔する。てかまた切れてるし、もう音楽の方今日グダグダですね。すいません。もう本当に嬉しかったです。それを記念日って言ってくるのは本当ありがたいですね。で、もう一人いて、あかねさん。記念日系エピソードはこれしかないっていうことで。何かというと、今年2024年の誕生日にお二人が載った雑誌が発売されて、このね、あかねさんの誕生日に、そう、今年初めてさ、雑誌に載せてもらって、東京グラフィティっていうね、雑誌に載せてもらって、それがずっとこう、長年の夢だったみたいで、こう、本になる的なことが、ブー太郎たちが、雑誌という枠にはなってしまったけど、そう、私の長年の夢が叶ったことですって言ってくれてて、で、しかも誕生日がその掲載誌発売日だったんで、それが記念日になったっていうことでね、改めてありがとうございますって、こちらがありがとうございますですよ。多分ね、もうたくさん買ってもらったのかな。もう嬉しいですね。そう、今年は振り返りの時にね、ちょっと言うの忘れてたんですけど、そう、今年は大事な、そう、雑誌にも初めて載せていただいたっていう記念日でもあるので、今年の、はい、3月でしたかね。いやー、ありがとうございます。こういうね、お話を書いてくれてた人が4人もいて、もしかしたらちょっと見落としてて他にもいたら申し訳ないんですけど、そういうのいただきました。ありがとうございます。嬉しいなという、なんかもう本当にね、もう皆さんの応援がどれだけ力になってるかっていうのは多分皆さんは分かりづらいと思うんですけど、もう本当にブー太郎のこの YouTube 更新の原動力になってるので、本当いつも応援ありがとうございます。これからもね、まだまだ歴史は長いので、特にブー太郎の秘密基地は、もう日記感覚で、ブー太郎が飽きるまで、嫌になるまでは続くので、皆さん、これからもどうぞ覚悟をしていてください。で、チャンネル登録もですね、今1400人、突破しまして、ありがたいことに。あと600人いけば、600人登録してくれれば2000人、もう年内の第2目標ですが、第1目標はね、もう達成したんで、今第2目標に向かって頑張っておりますので、ぜひまた2000人いったらライブ配信もやりたいしね。はい。またお楽しみにっていうことで。じゃあ、続きましてですね、ちょっと本格的に、本格的って言ったら、なんか、公平が生まれそうですね。なんかこう、皆さんの、なんか、記念日、ブー太郎が知らないような記念日を紹介できたらと思うんですが、その前に今日はちょっと食べ物がいっぱいあるので、第2弾、紹介していきたいと思います。ちょっと5穀食べたいと思います。おはぎ大好きなんですよ。ね、なんかさ、すごい鍛えてる女の人がなんか
テレビで最近よく見るんですけど、その人はおはぎはスーパーフードやっつって、タンパク質も取れて、炭水化物もバランスがいいらしくて、なんか鍛えてる人でもすごい食べてるやつらしいんで、それを信じて豚らもおはぎいっぱい食べたいと思います最近絶対太ってきた。画面に映る自分のほっぺが全然違う。いただきます。うまい。ほんとおはぎって幸せになる。うまい。うまい。おはぎ。はぎ。はぎしりじゃないよ。今日はだいぶ滑ったな。自分の前に。なんかさ、単純よね。おはぎっていう名前をただのハートギで表現しようとする浅はかなこの頭を殴ってやりたい。CM でした。おいしい。やば、もう21分びっくりなんだけど。おいしい。いっぱいあるから少しずつ食べていきたいと思います。では、顔がかゆい。いきます。ではですね。いきますか。もうね、これもまた今回もいっぱいいただいたからね、もう誰を紹介しようっていつも思うんですけど、どうしようかな、本当に。すごい悩むんですけど。どうしよう。あ、そうだ。もう一人いた。もう一人いてくれてた。ごめんなさい。紹介し忘れ、さっきの遊舞関連の記念日で書いてくれてた人。魂との絆さん。記念日といえば、12月6日かな。この日は勉強会に行ってたり、バタバタしてる中、YouTube での名前を考えて、自分の字が読めへん。自分で書いてる字やのに、これなんて書いてんの？なんかバレたらどうしようとか、本名にしていくとか、いやダメってこういろいろね、悩んでたらしいんですよ。で、この数ヶ月前、こう悩んでる数ヶ月前に、なんか某ゲイサイト、こうゲイのサイトで、なんかエピな動画を探してたらしいんですね。そしたら、なんかこのブー太郎とユーチャロのチャンネルが出てきて、で、その動画の内容、何の動画が出てきたかって言ったら、夜の政治事情について語りますなんですよ。もうすごい再生回数多いやつ。びっくりして、豚知らなくて今まで。そんなのが載ってたの？でも全然エロ要素なくないあれ。どこのサイトに載ってたんでしょうね。ちょっとびっくりしたんですけど、これ見て。なんかそこのなんかエピなサイトになんか載ってたらしくって。あんな恥ずかしい話が嫌なんだけど、拡散しないでほしいんですけど、人のね、性器事情。もうなんかほんと恥ずかしいと思って。で、それを見て、あれね、ゆうちゃろうのいろんなトーク術で面白かったじゃないですか、動画としては。ブータロとしてはすごいなんかもう恥ずかしい、動画でしたけど。で、これ最近知った人は何の話してるかわかんないと思うんで、あんまちょっとブータロー、大々的に言いたくないからさ、もう動画としては出てしまってるけど、本チャンネルの方に行っていただいて、夜の政治情について語るっていう動画、人気動画から探してもらったら多分上から順番に出てきやすいと思うんで、それ見て探してみてください。それで引かないでね。お願いだから。そう、そこで、ハマってくれたらしいんですよ。で、そのハマった時にちょうど生ライブ、そうゆうちゃろうブーちゃろうのチャンネルって今でこそ、もうライブ配信が当たり前なチャンネル、てかもう今はもう主流になってしまってるんですが、気づけば動画よりもライブ配信っていうチャンネルになってるんですが、そう、その時は初生ライブ、初っていうか久しぶり、ゲーム配信の時はやってたんですけど、実写チャンネルで、実写っていうかこうね、自分たちをカップルチャンネルとしてメインでやり始めてからの生ライブはその時が初めてやって、もうすっごいこう楽しみにしてくれてたんでしょうね。勉強会の日に。で、YouTube の名前でね、こう、何しよう呼ばれたら時とかを多分想像して考えてくれてたんでしょう。で、この日、そう、初のことが多くて緊張して、コメント打ってくれたら、ゆうちゃろさんが読
呼んでくれたらしくて、名前を。もう魂の絆さん。で、この日からもずっとライブに参加してますっていう。で、この日がライブ記念日だよっていう、このいつやったんかなあれ。例えば12月6日です。いつかの2021年とかかな。2年ちょっと何年かわかんないんですけど、そういうことなんですよ。もうほんとびっくりでしょ。びっくりじゃない。ありがとうございます。そう、こういうことを書いてくれてる人がほんとたくさんいて、危ない、ほんと紹介漏れするとこでした。失礼しました。では、いきますか。エピソードトーク。なんかちょっと今日、ブータロあれですね。エピソードトークがすごい、ちゃんと喋れてない気がする。では、いきます。誰にしよう。いきます。マリコさん。記念日エピソードと言えるかわかりませんが、双方の両親も交えて結婚することを話したとき、結婚式の日にちを2人が出会った日にしたくて、この日がいいと押し通しました。親には理由を言わなかったので、不思議だったと思います。こんなことずっと忘れてましたけどね。ちょっと待って。これ流したかったんですけど、私。ごめんなさい。もう今日も BGM もう全くやらかしでですね。まあ、こんな回もあっていいでしょ。昨日さ、坂上動物病院ちゃうわ。勝手に病院にしちゃった。昨日家帰ったらさ、坂上動物園みたいなやつあるでしょ、番組。ペット系をなんかいろいろ紹介するやつ。あれやってて、あれ久しぶりに見たんですよ。そしたらなんかすごい噛みつき癖のあるちょっと結構凶暴犬のなんかもう老犬だったかな ?10 歳ぐらい言ってたかなの子がすごい紹介されててさ。ね、なんか、今ですよね、坂上さんでこう、引き取る、なんかこう、なんていうの、保護施設みたいなのやってるのかな。で、なんかこう、飼い手が見つかるまでこう、保護してるみたいな。だから自分が、まあ、あの方すごい愛犬家でいっぱい犬飼ってらっしゃるけど、なんか自分も多分限界があるじゃないですか、やっぱ飼える犬の数も。で、まあ、あくまでも保護団体としてやってるからなのか、ね、家に連れて帰ることってないらしくって。けど、なんかちょっと特別に今回連れて帰っててさ、まあ、ちょっと危ないっていう理由もあってね、噛みつき癖があるから。で、なんか奥さんと共になんかこう、なんか奥さんが言ったって言ってたかな。なんか、一匹ぐらい、まあ、多頭飼いしてるからさ、一匹ぐらい噛みつく子がいてもいいんじゃないっていう言葉がなんかちょっとさ、キュンってしてさ、言われたら犬じゃないのに。なんかすごい、いいなって思って。なんかいろんなさ、人間ってこうあるじゃない。闇深い。まあ、ブー太郎だって闇深い過去があるじゃないですか。本当にやらかしてて。もう人から惹かれるようなことを人生してきましたし。で、まあ皆さんもそれぞれね、なんか墓まで持っていこうと思ってる闇話とかさ。まあ、もう、溜まっときたいけど世に出ちゃったちょっと恥ずかしい。こう、なんやろな、自分のネックとするポイントっていうのかな。でもなんかそこを、なんか、綺麗に受け止めてくれる言葉っていうか、噛みつく子がいてもいいじゃない。こっち側が、こう、配慮すればいいだけなんだからみたいなこと言ってて、なんかすごい素敵やなと思って。この BGM 間違えた話にこの話を結びつけてくるブー太郎って、なんかちょっとずれてる。いやでもそういうこと言いたくて。別に BGM 間違っててグダグダなブーブーラジオの日があってもいいんじゃないみたいな、それを言いたいがために。もうなんか長話。もう29分も番組終わります、今日は。エピソードトーク、ほとんど紹介できずに。今日はありがとうございました。いや、もうそうはいかんやろ。今日はちょっとスペシャルですよ。もうほんと、1時間覚悟で行くわ。ちょっとさすがに申し訳ない。エピソードいっぱい書いてくれてるのにね。うん。ちょっと今日スペシャルです。もうすいません。で、ごめんなさいね。そう、マリコさんの話紹介させてもらったんですけど、素敵と思って、でもなんかそんなことずっと忘れてましたけどねってことは、まあ、ブータロが今回、ちょっとこう、記念日のエピソード聞かせてよって言ったことで、ちょっとこう、なんだろう、ちょっとした愛が
復活してたら嬉しいなと思います。復活って言い方は失礼か。なんていうの、思い出すきっかけになれてたら嬉しいなって思うんですけど。そうか、すごいね。そう、でも出会った日ってやっぱね、大事にしたいっていいじゃない。だって今もだから結婚記念日が出会った日だってね、すぐ思い出せるわけでしょ。だってブー太郎もだって友情と会ったさ、時期はなんか覚えてるけど、日にちまで覚えてないもんね。会った日は。悲しいと思っちゃうから大事ですよ。素晴らしいなと思います。記念日っていう感じのお話ですよね。ちょっと待って、ペン借りますね。これ誰の話したかちょっとね、丸とかつけたいと忘れちゃうんで。じゃあもうどんどん行こうかな。じゃあ次はちゃんと BGM 入れながら行きたいと思うんですけど。古桃さん、記念日のエピソードは、私の誕生日に旦那さん、子供がケーキを内緒で買ってきてくれたことです。朝買いに、ブー太郎の漢字が間違えてる。朝買いに行ってくれたらしいんですけど、隠す場所がなくて冷蔵庫の野菜室に隠していたらしい。私は夕飯を作ってるのに全然気づかなくてびっくりさせられました。本当に嬉しかったです。ちゃんちゃん。素敵と思って。家族話ですね。なんかこういうのってさ、まあ、なんか結構定番っていうか、なんかよく聞く話ではあるっちゃあるけど、でもやっぱこういうのが嬉しいですよね。サプライズで。知らないとこでこう動いてくれてるっていうことだけが嬉しいじゃないですか。もうそれだけで。なのにケーキまでね、しかも朝早くから買ってくれて。もう、しかも料理してるのに、絶対大きいはずなのに、ケーキ。なぜか気づかなくて。それもなんか、うまいこと神様が気づかないようにしてくれたんだよ。普通だったら多分気づきやすいじゃん。うまいこと気づかなくてよかったんですよ。まあ、気づいたらちょっとそれもそれで微笑ましいしね。いや、なんか素敵だなと思って。まあでもね、この話を聞いてブー太郎やっぱ思い出してしまうのは、ブー太郎ももちろんやっぱもう35年生きてきましたから、まあいろんな誕生日、お祝いっていうもののエピソードはたくさんあるんですけど、まあ、ゆうちゃろうにももちろんサプライズをしてもらったことがあって、で、ケーキ屋さんにね、突然連れてかれてさ、と思って、今からケーキ買うんかなと思ったら、予約してるから取ってきて、名前は、なんかどっちの名前やったかな、多分ブー太郎の名前で取ってくれてるから、行っておいで、とかって言って、なんか、それって、みたいな、なんかさ、みたいな。嬉しいけど、それってさ、ブー太郎が取りに行くもんみたいな、まずちょっと違和感があったわけですよ。いきなり。みたいな。サプライズでもなければ、まあ、用意してくれてるだけありがたいか。でもなんで自分が取りに行かなあかんねやろとか、ちょっといろいろ疑問に思ってんけど、まあ、ありがたい。ありがとうと思って。で、店員さんにすいません。何々と申します。誕生日プレゼントちゃうわ。誕生日ケーキ予約してたと思うんですけど、って言って、お待ちしておりました。とか言って。ね、ケーキ来て。じゃあちょっと確認をお願いしたいんですけど、みたいな。こちらでお間違いないですかって。はい、みたいな感じで。もう勇気満々で、もうはいしかないじゃん、だって。でもどんなケーキなんかなーって内心ドキ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 って。パッてケーキを見たら。違うわ、これか。もう昨日、インリン・オブ・ジョイ・トイ・ブー太郎。もう、お尻丸出しで、パンツがもうなんか破れたパンツかな、なんか履いてたやつやったと思うんですけども、とりあえずもう下品なブー太郎の写真が載ったケーキなんですよ。と思って。しかも妖精おじさんで。で、もうさ、店員さんも苦笑い。もうなんか、みたいな、こちらで大丈夫ですかみたいな。普通、こちらで大丈夫ですかやねんけど。こちらで大丈夫ですかみたいな。もうほんまこんな感じ。でもブー太郎も一気に顔がもう赤面。もうと思って。もう大丈夫です。みたいな。もう早くもうこのケーキ屋さんから出たい。みたいな。ね、もうさ、もう急いで、もうありがとうございます。本当にすいませんでした。みたいな。謝ってさ、ブー太郎が。主役やのに。んで、もう車戻ったら、もうケラ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 笑った。もうゆうちゃらげ、ってかって笑っとって。そうやろ、もうほんまにちょっとキレたもんな。やめてみたいな。まあ、笑いながらやけどね。もちろん。ありえないでしょ。いや、もうほんまにさ、もう、100歩譲ってブー太郎はいいけど、みたいな。もう店員さんがもう嫌やからこういうのされたら、みたいな。ほんまにもう迷惑やからこういうのやめてとか言って。
ほんまさ、人の恥ずかしい、もうなんかお尻丸出しのなんかもう似たって笑ってんねん。もうゆうちろうにしか見せへん写真やとブー太郎は思って撮らせてたのに、あの人はもう本当にね、ブー太郎のそういう恥ずかしい写真をもういろんな人に見せるんですよ、平気で。ブー太郎の許可なく。もうしまいには、もうだからそういうのでも、ね、そのケーキ屋さん以前にもそういうのされてるんで、なんかブー太郎もこうもう慣れてたというか、また始まったみたいな。だけどさすがにさ、ケーキ屋さんで自分のこんな変な恥ずかしい写真を見せるかと思って、しかも迷惑なさ、電話で確認されたらしいからね、本当にちょっと、でも店員さんも断ったらいいのにねともちょっと思ったけどね、さすがに。なんかちょっといたずらな客やと思わんかったんかなと思ったけど、まあ一応電話で確認が来たらしい。これ本当に大丈夫なんですかみたいな。ね、大丈夫ですってなんかゆうちろ言ったらしいんですけど、いや大丈夫じゃないやろっていう。いろいろ。いやでもなんかあれ写真撮っときゃよかったね。なんか意外と残ってなくて、なんで撮らんかったんやろと思うわ。なんかあれでしょ、写真付きのこう、ホールケーキって作ってもらえるとかあるじゃないですか。そう、そんなエピソードを思い出します。はい。じゃあちょっとお腹空いてきたんで、続きまして、ずんだ餅。こちら行きたいと思います。あ、これさ、もう、やだ。こんな話をさ、この BGM でずっと喋ってたの、ブー太郎。もう今日本当に頭なんか回ってないね。嫌になるわ。しかもさ、今 BGM 流れてたそもそも。なんか止まってる気がする。もう、多分ね、ヘッドホンつけてんのにヘッドホンしてないからこんなことになんねえろな。やっぱヘッドホン大事でしょ。わかる？ヘッドホンのこれ意味なんですよ。ちゃんと自分で BGM を聞きながらやってたらこんなことにならへんのにね。いただきまーす。うわ、すごい。うわ、ずんだらめっちゃ。香りがずんだらもう。あ、でも美味しい美味しい。ずんだって枝豆ですよね、要は。結構癖あるんでね、好き嫌い分かれると思うんですけど。うん。ただもめっちゃ好きかって言われるとめっちゃ好きではないけど、普通に美味しいですね。うん。でも、バナナ大福と五穀よりは下かな。いやでも美味しいかな。これはこれやな。うん。美味しい。じゃあ、次のエピソード、どんどん紹介していきましょうか。時間もないしね。あ、ペンが乾いちゃった。じゃあ行きます。エピソードトーク。続きまして。何だっけこれや。ミッキーさん。結婚式も披露宴もしてなくて、指輪だけはちゃんと買おうと可愛いデザインの注文。数日後、担当者から連絡があり、希望の文字が彫れませんと、ミニチュア体験の私は、指もミニサイズで、サイズが5号。そのサイズでは記念日とイニシャルすべてが彫れない。西暦を省くしかなく日付とイニシャルだけになったの。現在の技術ではなんとそれが可能でお直しできるみたいだけど、それもまた記念かなとそのままにしております。ただその状態で箱の中で眠っております。身につけろよーって感じだよねっていうほっこりエピソードでございました。ありがとうございます。すごいですね。5号ってすごくない？ブー太郎で確か9号とか、11、どっちだったかな、なんかそんな感じなんですけど、5号ってめっちゃちっちゃい。なんか探すのも大変そう。でもなんか素敵ですね。その、結婚式とか披露宴とかもね、してなくても、ね、こう幸せに指輪だけでもっていうことで。でも、その指輪も身につけてはないと。でもね、めっちゃわかるんですよ、これ。別にさ、大事に思ってないわけとかじゃないんですよね。わかんない。ブー太郎と同じ理由かわかんないけど、ブー太郎もさ、結構なんかそういう大事なものこそ、なんか身につけない癖があってさ、ゆうちゃろは逆で、もう買ったもの、なんか嬉しいものはもうなんか、
いつでもすぐつけたいみたいな。だからもう買った服とかももうすぐ着るみたいな感じなんですけど、なんかブー太郎ってどっちかっていうとこう、あんまり着れない。もらったものとかもそうなんですけど、まあ使うときはもちろんあるんですけど、なんか基本眠らしちゃう癖がある。だからなんかさ、ピアスとか指輪とかもなんかしなかったりすること多いんですよね。だからちゃんとなんか、うん。まあ、大事だからこそっていうのもおかしいけど、なんかちょっとこう遠慮しちゃうんですよね。まあでもその遠慮を超えて、また使い始めたらもうずっと使っちゃうんですけど、まあ極端なんですけど、そう、なんかわからなくはないって感じ。だからこのしまったままにしておく心理。多分不思議な人は不思議だと思うんですけど、買った意味ないやんとかって言われそうなんですけど、自分の中ではあるんですよね。大事にしまってることも大事みたいな。なんかそんな感覚です。また BGM なってなかったんやけど、もう今日おかしい。てかもうどんどんもう行きましょうかね。もうなんなら、もう BGM かけずにどんどんちょっと今日はもう紹介してっていいですか？もうグダグダなんで。グダグダなりに行きたいと思います。ちょっともう今日はもう全員パパッと紹介していこうか。せっかくなら。あともうちょっとだし。で続きまして、カモミールさん。記念日の思い出といえば、毎年結婚記念日には、旦那さんびっくりするぐらいの大きな花束とケーキを持って帰ってきてくれてましたねって。すごい。でそれが20年経つと大きな花束はなくなり、子供が好きなかっぱ寿司の外食に変わりました。みんなでワイワイガヤガヤ食べてます。でもなんか素敵じゃない？良くないですか？素敵だと思いますけどね。20年間ずっと続けてくれてたってこと？逆を返せば。その大きい花束と大きなケーキ。ブー太郎花束とかあんまり育てるの得意じゃないので、結構もらうと、わーどうしようってなっちゃうけど、でも嬉しくない？花束ってさ、なんかちょっと敬遠されがちなプレゼントともよく聞くけど、でもなんだかんだやっぱ嬉しいんですよね、もらった瞬間とか。うん。でも綺麗な、年々嬉しくなりそう。花の良さを知っていくというか。ね。素敵。もうケーキも大きければ大きいほどテンション上がるしね。で、今はなんかこう子供が好きなかっぱ寿司の外食に変わったっていうのもなんか愛情がね、こう、子供に言ってるっていうのもなんか微笑ましいじゃないですか。なんか素晴らしいなと思います。だからブー太郎たちはさ、残念ながら2人の子供っていうのは、今のとこ作れる方法が難しい可能性の方が高いので、だからなんかやっぱりこれ子供って偉大なんやなって思うからさ、なんかすごい微笑ましいです。聞いてて。いいなって思います。とは、かおりさん。旦那とは今離れて暮らしているんだけど、記念日とかは関係なく1ヶ月に1回旦那のいる姫路に会いに行って、一番街を歩いてご飯を食べたりラブラブしてるかな。で、5月26日がフォトウェディングを挙げたからまた記念日が一つ増えたというほっこりエピソードですね。素敵ですね。関係なくも1ヶ月に1回会うっていうのが決まってるっていうのもなんかいいですね。定期的に。でも程よい距離感も今もう多いじゃないですか。毎日一緒にいるともう顔見たくないねんっていう。夫婦ももうほんと多いし、結構その旦那がね、こう定年迎えて家にいっぱなしになったらもうそれはそれは地獄とかさ、聞いたりも現実よくするから、なんかこう、適度な距離がある方が、なんか人間にはもしかしたら本質的に合ってるのかなって気もしない。なんか、一人時間を知ってしまうと、まあ、よし悪しか。まあでも大事さを気づけるじゃないですかね。こう1ヶ月に1回ペースってなんかすごいラブラブにもなるだろうし、なんか羨ましいなと思います。まあブー太郎たちはもう常に一緒なんで、まあそれはそれでね、羨ましいことやし、自分も嬉しいことなんですけど、なんか遠距離やったらどんな感じやったんかな、自分たちはっていう、なんかもう想像もしちゃったらなんか楽しそうというか、どうしようすぐ別れてたらなんか面白いですよね。想像するだけでも。はい。ということで、続きまして、やじくみさん。昨年の結婚記念日にステーキを食べに行こうと旦那が提案。でお店まで決めて行ったのに、旦那が気に入ったお店ではなくご機嫌斜めに。いや
で、挙句の果てに私にまで当たる始末。自己中にも程があると大喧嘩した最悪の思い出。謝ってくるまで何日か口聞かなかったなんて。ホワイトボードの話とは真逆のエピソードになります。そう、この間ね、先週かな、ホワイトボードにこう、愛のメッセージが時たま書いてあるっていう。で、消してもたまにまた書いてあるって聞きましたけど、今回こそホワイトボード使ってよーって感じですけどね、ごめんねとかって書いてたらちょっとキュンってするよね。まあ、ちょっと反省してんのか、みたいな感じで。でも可愛いけどね、なんか第三者から聞いてると、多分もうすっごい考えてたんじゃない？もうなんかもうさ、やっぱ男の人ってこう、どっちかってやっぱ上からの人が多いからさ、なんかこういろいろ考えて、喜ぶだろうと思って多分考えてた。もう自分の中でもすっごいもう頭の中でこうイメージしてさ、喜ばしてやろうみたいな。もう多分気持ちが強かったんでしょう、きっと。そしたらなんか思ってた店と違ったのか、ね。こんなはずじゃないのにみたいな。でも自分にも腹立ってたんやろね。そう。まあだけどね、嫌だよね。だからって言ってなんでこっちまでに当たってこられなあかんねんみたいな。一人でこう落ち込むならいいけどみたいな話よね。まあわかるわ。ブルトラも絶対当たってこられたら腹立つもん。はぁみたいな。自分が店選んどいてみたいな。何がこんなこっちにまで当たってきてんのみたいな。そりゃそうなるわ。まあでも、可愛いなって思う。第三者から見てると。多分うまくいかなくて、拗ねちゃったんですよ。そう。まあそれだけ多分考えてくれてたと思ったら、なんか許せても来るのかなって気が。まあでも、もう今はね、仲良くやってるんかなと思うけど、でもね、ホワイトボードですよね、ここでこそ。ごめんねって。使ったらもう本当に数日の口聞かなかった嫌な時間もね、なかったかなと思うけど、まあでもそういう時間も、嫌な時間も、後々いい思い出になると思うのね。なんか長年の絆が見えますよ、逆に。そう。なんか最近もほんとことごとく思うけど、恋愛というかこう夫婦生活っていうのは、ね、もうどれだけこう長年一緒に苦楽を共にやっぱ乗り越えれたかっていうのが絆につながっていくかなっていう。それが家族になるってことなのかなって。やっぱさ、今、うちも最近家族との時間が増えてきて思うことだけど、今でこそやっぱもう大人になってね、お互い、いい関係でいれるけど、やっぱ小さい時とかさ、もう喧嘩もたくさんしたし、もう反抗期もあったし、そう、いろいろ揉めたりしたけど、で、まあ兄弟もいてね、兄弟喧嘩もたくさんしたし、でもまあ嫌いまではいかないけどさ、もうなんかもうほんま嫌やわ、うざいわとかっても嫌な感情にもなったことがあるけど、やっぱそれでもやっぱさ、もう切れない関係って分かってるからこそ、ね、ずっと嫌でも一緒にいなきゃいけなかったりするじゃないですか。で、そこを乗り越えて、やっぱ数年後、こう経った時に、なんかああいう嫌やった時期もいい思い出やったし、みたいな。なんか、まあ、こういうことなんやなって感じがしますよね。家族を作るじゃないけど、こう、夫婦生活っていうのは。やっぱこう、妻でも恋愛のこの、キャピキャピ、ずんとキュンキュンみたいなのだけじゃ、やっぱやっていけないみたいな。もうずっと好き好き好きって、ね、言ってられない。だから、ゆうちょうとブータローもこう、いろいろあるからさ、今でも。なんだかんだあるけど、まあ、なんかもうこの10年間っていう絆もやっぱすごいし、これから20年、30年とね、どんどん、なんか嫌な部分も増えるだろうしさ。そう、もう好きな部分がどんどんこう、忘れていきがちじゃないですか。だけどこう数十年後に、まあ、それもこれも、いろんなことを一緒に乗り越えてきたんだなってこうしみじみなるわけでしょ。やっぱ夫婦っていうのはやっぱ忍耐が重要なのかなって気も最近すごいしてるんですよね。なんかもう大体がもう不満爆発じゃないですか。もう大体の夫婦が。もうほんと嫌。もうこういうとこ嫌。もうみたいなのしか出てこへんみたいな。だけどなんかそういうエピソードさえも最近、なんか逆にのろけというか、そんだけでもそんなこと言いながら長年ずっとパートナーとしてやってきたんでしょあなたたちみたいな思うからさ。そう。なんか深いなと思いますっていう話。なんか伝わってるかなわかんないけど、言いたいこと。こういうエピソードも大好物っていうことを言いたかったです。はい。続きまして、中村ひとみさん。記念日といえば、結婚式を挙げてなくて、写真だけ撮ったけど、ブー太郎さんたちみたいに祝った覚えない。なんなら日付も覚えてないから、私の場合は入籍記念日かな。とはいえ、毎年私が当日になるとこの記念日を忘れてまして、最初の頃は旦那が
今日は何の日とか言ってくれてましたが、最近は帰りにスイーツでも買ってきてとか、今日は肉でも食べるとか、気づくか気づかないみたいな匂わせの LINE になり、でそれさえも、ひとみさんは気づいてないと。もちろん、スルーの年もあったなって忘れちゃってたんだね、完全に。でもそれを見かねた娘が、一昨年くらいからは教えてくれるようになりました。言い訳をすると、前日までは覚えてる。なんなら当日も時々思い出す。で、帰ったら記念日だねって言おうと思ってる。だけど家を帰ったら忘れる。記憶障害、怖ーということで。すごいね。でもそこまで忘れるってでもすごいかも。当日も覚えてるわけでしょ。で、なんならもう帰る瞬間ぐらいまで覚えてるけど、もういざ言おうと思ったら忘れちゃうみたいな。よっぽどなんかが邪魔してるんでしょうね。なんか邪霊払った方がいいんじゃない？なんかついてるかもしんない。まあでも素敵な旦那さんですね。もう LINE でさ、遠回しにこう、やっぱお祝いしたいってことはやっぱこう大事に思ってくれてるってことでしょ。だから多分旦那さんの方がこう寂しく思ってるかもね。あれみたいな。なんでこう覚えてくれてないんやろみたいな。まあでも記念日もね、そうもう何事も気持ちですから。後々思い出した時に、そういえば忘れてたけど、おめでとうとか、こう、言ってあげると嬉しいかもね。だってこういうのってやっぱりさ、こっぱずかしいし、もう今更とか思うけど、やっぱりね、言われたで、もうどうしても嬉しいものやと思う。いくらも相手を憎くても。ね、どんな関係でも、やっぱりどっちかが折れてあげるじゃないけど、こう甘えるっていうことをすると、こっぱずかしいし、なん気持ち悪いとかって口では言うけど、内心やっぱりさ、やっぱ嫌な気持ちにはならないと思うんで、本心は。ね、口では、いやもう何なんか言ってきてんけど、とかって言っちゃうけど。だから、いいんじゃない？もうこんだけ言ってこなかったからこその爆発力もあるしね。なんなら。今までもう忘れてるし、なんかもう全然言ってこうへん、あなたが、ひとみさんが、急にね、今年からめっちゃ意識してる。こう言ってきてくれたみたいな。なんならプレゼントとかもさ、もう何十年分のはいとかって急に渡したら、もう愛復活だと思うけどな。ブー太郎だったらめっちゃ嬉しいの。そう、だから毎年言われることも幸せやけどさ。でもまた今年も来るんかなってやっぱちょっと予想ついちゃうじゃん。だけど、やっぱ不意のお祝いは爆発力すごいと思うんで、ぜひちょっとやってみてください。もしやったら報告お待ちしてます。絶対喜ぶと思う。もう喜ばんかったらはぁってなるけどね。はい。そんなこんなで、はい。多分次最後だと思います。ちょっと見落としてる人がいたらごめんなさいけど、ブー太郎が気づいた人はこれだけです。最後、抹茶さん。1番は、結婚式。入籍を私の誕生日にして素敵。で、その1ヶ月後、ハワイで結婚式を挙げました。友達にも来ていただいて、ハネムーンがてら。で、人生初のなんと5つ星ホテルに連泊をして、すべてにおいて贅沢三昧。すごい、いいですね。ドレスも日本で選んで、リムジンで撮影スポット巡りもして、すごい素敵な式とパーティーになりました。準備している間は、金銭感覚2人してマヒマヒ。いろいろ体験して二度と経験できない忘れられない記念日旅行になりました。でその後、友達の結婚式のお祝いで行ったハワイ旅行は節約プランで、駆けつけ、落差激しく笑えた。それもいい思い出です。ということで。すごいね。5つ星ホテルってどんなんなんやろ。なんかめっちゃ気使ってしまいそうやけど、でもこういう時だからこそ行きたいね。確かに。しかもリムジンに乗って撮影スポット巡りして。もうウハウハですよね。もうほんとハネムーンじゃん。めっちゃ。夢の夢。もうハネムーンムーンムーンって感じ。もう、ムーン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 ゼニー。ムーンムーンムーンって感じ。意味わからん。すごいね。めっちゃいいじゃん。これはそれは忘れられないわ。でもここまで贅沢してよかったんですよ。もう忘れたくても一生忘れられない思い出になるもんね。やっぱり。ブタロも贅沢はしないけど、やっぱり、ゆうちろと行った旅行、遠出して、っていうのはやっぱもうすっごい印象に残ってるから、もうそれが5つ星ホテルで、もうリムジンも乗って、贅沢3枚ね。もう素晴らしい。なんかこれぞ結婚って感じがしますね。なんかその後のエピソードが言うね、ハワイ友達の結婚式は全然違う、全く違う、節約プランで
こんだけ同じハワイでも違うんだなっていうのを味わえたわけでしょ。でもそれはそれで良かったんじゃない？まあね、本人さんも言ってるけど。なんか貧乏旅行じゃないけど、そういうのも面白そうですよね。逆にね。人間のあれが見えるっていうか。でちょっと無人島とかも行ってみたいもんね。ゆうちゃろと一緒に。どんな二人になるのか。ちょっと見物じゃないですか。はい。っていうことで、本当今回はもうほぼ1時間スペシャルということで、なんかちょっと今日はうまく回せなかったんですが、でも、ナチュラルには進めていけたかなと思うんで、長い時間お付き合いありがとうございました。で、そうだな。じゃあちょっともう、あれですね。どうしようかな。食べ物まだ紹介してないのもあるし、最後食べ物紹介していいですか？こちら、普通のオーソドックス。幸福堂のおはぎはもうね、もちもちしてるのが大好きなんですよ。パサパサ感が全然ない。なんか新鮮感っていうの、なんかつきたてっていう感じがするから。うまい。今日は CM も少なめ。最後にもう一個 CM。おー、はぎ。今日もこいつは歯ぎしりがうるさいな。おはぎ。ただの歯ぎしりしてる人の真似しただけ。ちょっと待って、めっちゃおもんない。ドン引き自分に。じゃあ最後これ。キモい。これ。きなこおはぎ食べて終わりたいと思います。ちょっとおはぎ固まってんな、これ。おはぎ最高。おはぎ最高ってよりはきなこ最高。でも、ほんと時間経ってるんで、ブータンの好きなもちもち感はなくなってる。干からびてる。これが一番好きなのに、これが一番今日美味しくないかも。でも激うま。最高。ということで、食べ物も紹介できた。記念日エピソードいかがでしたでしょうか。で、この間ね、うちの両親にも、実は、馴れ初めを聞きまして、馴れ初めって結構記念日じゃないですか、それこそ。じゃあまさかのね、半年ぐらいで、10回のデートもせずママ、結婚したっていうの初めて聞いてさ、親の馴れ初めとか、そう親の恋愛話、昔の、なんて聞く機会なんてないじゃないですか。でもなんかいいなってちょっと思っちゃって、なんか、もうちょっとね、最近もう家族愛がすごい、もう10年疎遠やったと思えないぐらいなんですけども、今回もさ、足捻挫してもすっごいさ、過剰に心配してくるんですよ。もう、いいのにって大丈夫やのにって思うんですけども、やっぱね、いつ何歳になってもでもやっぱ親は親なんでしょうね。でもありがたいなと思って。35にもなって足捻挫したぐらいでもうね、いっぱい真剣に心配してくれたお母様は、いっちゃんはなんかまだ31のね、もういいのにって言ってんのにギフトボックスくれたりとか、でトミーはトミーでもうなんかもう絶対病院行った方がいいってもうなんかしつこくもう大丈夫やって、みんなもね多分病院行った方がいいと思ってる人が多いと思うけど、もうブータローの中でもう大丈夫やからってもう頑固やからさ、ほんとごめんね頑固で、そうと思うねんけど、もうすごいもう分からへんから自分ではって、もう見てもらった方が安心するしみたいな感じでさ、もうすごい心配してくれて本当ありがたいなと思うんですけど、そんな親のね馴れ初めなんかさ、こうね、もう全然興味なかったけどさ正直昔とか。でもなんか今こうなって、久しぶりに再会してさ、毎月会うようになって、こうやっぱ多分 YouTube してなかったら多分聞いてなかったと思うんです。絶対。恥ずかしいしさ、馴れ初め教えてやとかなんかそんなん聞くのもなんか勇気いるしさ、そう。なんかそう、YouTube にも感謝してるし。でもなんかこれを聞けて、こうやって出会ったんやみたいな。なんかそれを生きてるうちにこう笑いながらね、顔見ながら喋れたっていうのはなんかすごい貴重な瞬間を映像に残せてるんやなって本当になんか今でも思うんですよ。
だからやっぱね、人生、やっぱ命って限りがあるからさ、こう、もしかも元気なうちに、病気は持ってるけど、こう元気なうちにね、そんな馴れ初めも聞けて、で、まだまだいっぱいね、これから多分話聞きたいこともあるしさ、なんかすごいことをできてるんやなって、今はちょっと実感薄めやけど、でも今でも気づけてます、そこは。だからもし将来、親もいつか亡くなってしまう日が来るので、なんか最近すごいちょっとよく考えるんですよね。なんか毎月こう再会してからもうすぐもうほんと、そう、親と再会してももうすぐで、もう1年経とうとしてるんですけど、でもまだ経ってないんやっていう不思議な感覚でもありますが、こうやって毎月ね、濃い思い出を残せてて、幸せだなと思うし、でもこれがずっと続くわけじゃないんだなっていう。で、いろんな家庭事情あるから、これはね、一概に言えないけど、もう本当に、いろんな苦労もあったけど、でもやっぱりブー太郎は、本当家庭環境に、やっぱり恵まれてたんだなって、改めて実感してるし、いい家族に生まれてきたなと思ってて、やっぱ不幸な家庭さもあるのは知ってるから、ブー太郎たちのこういう関係がね、当たり前じゃないわけですよ。多分こんな馴れ初めを笑顔で聞いたり、YouTube でこう一緒にワイワイできるってことは、本当に絆あってこそやしね、お互い信用し合ってるからこそだと思ってるので、何が言いたいんやろって感じですけど、急になんか怖いな。なんかほんと感謝してるっていうか、そう、もう絶対的な味方でいてくれるからさ、なんかそういう存在が、なんかそういう時間もこう無限にはない有限なんだなと思うと大事にしなきゃなと思ってます。だからまたね、今回馴れ初めを聞いて、トラックでねイチャイチャしてる時に冷やかされたりとか遠距離やのにね別れずいてくれたおかげで今のブー太郎があるわけですから、本当感謝してます。ありがとうございます。ということでまたね、来週はですね、本当に本格的にゆうちゃんの誕生日、本チャンネルでは来週の日曜日かなに生ライブもするし、はい、スペシャルな週末になりそうなので、金曜日ブーブーラジオでは皆さんのそうだなプロポーズの言葉とか、ちょっと結婚してない方もいらっしゃると思うから、恋愛経験ない方には申し訳ないけど、告白されて嬉しかった言葉とかをちょっと今度聞きたいと思います。ちょっと電池なくなりそうなんで急遽終わります。ではでは、ありがとうございました。またねー。